ごめんなさい。ごめんなさい。でも私は先日強盗致死などの疑いで逮捕・起訴された天野帳被告の初公判が今日開かれました。赤くなる空に君を呼ぶ声が響いたまま強く生きれないよ。宇宙人を見ただ。足もあったし幽霊じゃないと思うの。きっと宇宙人なら超能力だな。が。もう真面目に聞いてる？私が言ってるのは宇宙人だったら俺の専門外だ。切るぞ。宇宙人だと思うんだけどな。誰かこういうのに詳しい人って。なるほど。お話を聞く限り風花さんが目にしたのはおそらく本物の宇宙人です。本当？ええ、周囲に光る物体などが浮かんでませんでしたか？円盤型やピラミッド型のものとか。そういえば丸い光るものが浮いていたような気が。やっぱりそれはこんな見た目だったりしませんでした？言われてみればこんな感じだったような。ズバリそれはアダムスキー型の UFO です。風花さん、私何か変なこと言いましたか？そんなことないよ。人道ってば私の言うことを全然信じてくれなくって。だから真面目に聞いてもらえたのが嬉しかったんだ。天野ちゃん、本当にありがとう。いいえ、全然。何せ私は宇宙人ですから、宇宙のことなら何でも聞いてください。じゃあ聞きたいんだけどさ、天野ちゃんも宇宙人とか見たことあるの？私が宇宙人だって言ってるじゃないですか。ごめん、気分を悪くしたなら。ですね。え？私は信じてあげたのに、あなたは私の言うことを信じてくれないんですね。それは。風花さん、あなたも私をそんな目で見るんですね。風花さん。帰りの時、天野ちゃんは私を引き止めてこう言った。宇宙人はいますよ。そう告げる彼女に私は何も言い返すことができなかった。ねえ、風花ってば。もう聞いてなかったの？天野っちのことだし。天野ちゃんがどうかしたの？実は今朝から行方がわからなくなってるみたいで。そうそう、天野っちが連絡もせず学校休んでさ。担任の先生もお家に訪問したらしいんですけど、返事がないと。心配ですよね。まあ天野っちのことだし大丈夫っしょ。大丈夫かな。見て、あの子。あれがそうなんだ。かわいそうに。もともと出来が悪い子だったのよ。だってほら、父親があれでしょ。愛想も悪いし気味が悪いのよね。きっと親の教育が悪かったんでしょ。天野ちゃんいる？天野ちゃんが学校を休んだ日の放課後、私は彼女の家を訪れてみることにした。何これ。そこは私と天野ちゃんが最後に話した場所。あの時は殺風景な部屋に驚かされたけど、ここまでの惨状ではなかった。
人形の目が全て潰されていて、まるで誰かに見られるのを嫌がってるみたいな。背後から視線を感じた。宇宙人はいますよ。天野ちゃんは次の日も、そのまた次の日も学校を休んだ。私たちはもちろん、先生たちですら彼女の足取りをつかめなかったという。天野ちゃんが発見されたのは失踪から約1週間後、大雨の日のことだった。天野さん、大丈夫ですか？天野さん！そこは以前宇宙人が出る山と天野ちゃんから聞かされていた場所だった。きっと灰田さんもその話を思い出して立ち寄ったのだろう。聞こえますか？天野さん！天野ちゃんは宇宙人が作るとされるミステリーサークルの真ん中に倒れていた。売れました。今、なんと？連れ去られたんです。宇宙人に。あれは光り輝くアダムスキー型の UFO。 夜道を歩いていたら UFO にさらわれていた。病院に駆けつけた刑事さんに天野ちゃんはこう話したらしい。その後の帰り道、私たちはみんなで天野ちゃんをお家まで送ることにした。私たちは存在するはずがない宇宙人に怯えていたのだ。もしかしたらまた天野ちゃんがどこかに消えてしまうんじゃないかって。無事に送り届けられたけど、寒いね。まだ6時なのに、もうこんなに暗くなるんですね。どうしたの、風花。急に立ち止まって。視線を感じるんだよね。さっきからずっと。気のせいかなって溜まってたけど、実は私も。やめてくださいよ。しかし私はその日、眩しい。何ですかこれ。鮮烈な光に照らされ視界を失った私は、体が。確かに体が宙に浮く感覚がした。風花さん？マジ？時刻はそう、やっぱり午後6時前後だったと記憶している。そしてこれが下足で発生した連続 UFO 連れ去り事件、その2件目である。嘘、本当に？ってそんなこと言ってる場合じゃないし。風花さん！あれ、2人とも。風花さん、無事でよかったです。一体何が？あしらもがむしゃらに飛びついただけだからさ。私見てしまったんです。光り輝くあれを。灰田さんと私、そしておしこちゃんも多分同じものを見ていたんだと思う。あれはきっと天野ちゃんが言ってた UFO だったと思います。アダムスキー型の。そう身を寄せる彼女の体は震えていた。宇宙人はいますよ。天野ちゃん、あなたは本当に。ねえ、そんなことより知ってるか？3年のソフトテニス部のマミナが連れ去られたって話。うちの近所の兄ちゃんも UFO 見たって大騒ぎでさ。あの夜から私たちを見る周りの目が一変していた。連続 UFO 連れ去り事件の被害者ということでちょっとした有名人となっていたのだ。みんな怯えてるね。そう、みんなは何かの存在に怯えているだけなのだ。そりゃね。あの日以降、下足では UFO による連れ去りの被害が激増しているらしい。ネットで話題になり、テレビでも連続 UFO 連れ去り事件として取り扱われることも増えたけど。いいですか皆さん。宇宙人なんてものは存在しないんです。UFO ですか？いたらいいなって思いますけどね。本当に見たんです。光る円盤をこの目で。過熱するメディアの風潮と反対に、私たちの気持ちは冷めきっていた。
ずいぶん休み多いね。うん。最近になって増えてるらしいよ。休む人。実はハイダさんもそのうちの一人だ。学校には体調不良でのお休みと伝えているが、それは嘘だ。外に出るのが怖いってどういうこと？視線を感じるんです。みんな口には出さないが怯えているのだ。 UFO に、宇宙人に。特別ハイダさんだけが臆病なわけではない。多分この学校にいるたくさんの人もこれからも現れますよ UFO は。じわじわと真綿で首を絞められるような圧迫感。次 UFO に連れ去られるのは自分ではないか。そんな恐怖が渦潮学園に蔓延していた。こんなのどうすれば。そうして気がつくと、私は探偵事務所の前に立っていた。こういう時に頼れるのは彼しかいない。ああ、宇宙人を見ただ。またバカにされるかもしれない。そんな恐怖を抱きながらも、私は扉を。よう風花、お前やけに遅かったじゃねえか。彼はいつもと変わらない様子でそこにいた。これで役者が全員揃ったわけだな。ほら行くぞ。ちょっと行くってどこへ？何をしに行くの？決まってんだろ。この馬鹿げた UFO 騒ぎの謎を解きにだ。雨が降ると心が痛むほど興味